1962年7月、アメリカは高度 400km で 1.4 メガトンの核を爆発させた。これほど濃く、これほど長く残る人工の放射線体ができるとは予想されていなかった。1976年、ロスアラモス科学研究所のヘルマン・ヘイリンが自分の報告書にそう書いている。同じ段落はこの後こう続く。しかし、スターフィッシュ、アーガス、ソ連の高高度爆発が作った人工体の観測から得られた膨大な知識は、他の方法で得られたはずの情報をはるかに上回った。何が予想されていて、何が予想の外にあったのか。エネルギー省の核実験一覧にこの爆発は一行で載っている。スターフィッシュプライム、1962年7月9日、ジョンストン島地区。この一覧は見開きで、一行が右のページまで続く。目的は兵器の効果。威力は 1.4 メガトン。高度 400km はその一行にも書かれていて、ロスアラモスの報告書と国防各局の記録にもある。日付は資料で違って見える。エネルギー省の一覧はグリニッジ時で7月9日、国防各局の見出しは7月8日、23時である。サンディア国立研究所の報告書は、この爆発を7月8日のおよそ23時ハワイ時間と書いている。スターフィッシュという名前の打ち上げは、7月9日の前に一度失敗している。国防各局の記録には、スターフィッシュ、1962年6月19日という見出しがある。総ミサイルは、打ち上げからおよそ59秒間は正常に飛んだ。そこでモーターが止まり、射場の安全担当官がミサイルと弾頭の破壊を命じた。ジョンストン島とその周りの水域に落ちた残骸の一部が写真に写っている。と記録は書いている。7月9日の打ち上げは成功した。総ミサイルはジョンストン島から打ち上げられ、搭載された装置は高度 400km で爆発した。と国防各局の記録は書いている。この作戦を撮影したフィルムはエネルギー省の核実験アーカイブに残っている。放射線体とは磁場に捉えられた高エネルギーの過電粒子が地球を取り巻く領域である。ここで扱う人工の帯では主に電子である。人工の帯そのものはこれが最初ではない。1958年のアーガス実験で国防総省が南大西洋の艦上から1キロトンから2キロトンの爆発を3回起こしている。この実験が自然の帯をバンアレンが見つけた直後に最初の人工放射線体を作ったとロスアラモスの報告書は書いている。予想の外にあったと書かれているのはスターフィッシュの後に起きたようなこれほど強い電子の流れを持ち、これほど長く残る人工の帯ができたことである。ロスアラモスの報告書は帯とは別に地上で起きたことも書いている。この報告書の第7章には同研究所のジョン・マリクの記述がある。高高度の核爆発は電磁パルスを出す。スターフィッシュの電解はホノルルのあるオアフ島で直列につながれた該当システムに障害を起こした。カウアイ島のマイクロ波中継局の故障はそうだと見込まれるという書き方にとどめている。同じ報告書の冒頭にある要約は、障害は短時間でスターフィッシュの時だけ起きたと書いている。国防各局はジョンストン島をその該当があったホノルルの西南西、およそ 1445km と書いている。サンディアの報告書は、この電磁パルスが該当回路の電線を横切る間に、電圧が同じ向きに重なって積み上がったと書いている。1989年、サンディアの報告書がこの障害を検証している。電磁パルスの強さのピークは、ホノルルで1メートルあたり 5.6kV と計算され、報告書はその精度を2倍程度の範囲と見ている。壊れたのは1頭ごとの小さなヒューズではなく、20頭ほどの輪に電気を送る変圧器の虹側にあった、より大きな円盤型のヒューズだった。フィラメントも照明システムの他の部品も壊れていないと報告書は書いている。結論の章は厳密な解析だと主張できるわけではないと書き出している。その上で、ヒューズの損傷を電磁パルスの影響に帰する根拠を与えるとも書いている。ホノルル市軍が管理する街灯およそ300頭が消えたという数字がある。サンディアの報告書によれば、これは地元紙ホノルルスターブレティンが報じたものである。報告書はこの数字を新聞の記述をまとめた節に置き、実務側から集めたデータは別の説に置いている。実務側の記録も同じ報告書にある。ローレンス・リバモア国立研究所の調査員が1963年頃、ホノルル市軍の担当者から集めたデータは、オアフでおよそ30の直列回路が消えたことを示している。記録に残っていた7月9日の交換は23回路分。ただし報告書は、
記録が全地区を網羅していないことと、5分ほどで終わった修理には記録されなかったものがあると見られることを理由に、実際の故障数が23より多い可能性を述べている。一つの回路には街灯がおよそ20灯ついている。新聞のおよそ300は明かりの数で、リバモアのおよそ30は回路の数である。二つの数字は同じものを数えていない。帯の方に戻る。爆発が出したデブリの動きは、主として地球の磁場に支配されたロスアラモスの報告書は書いている。デブリのごく一部は高度 1000km から 2000km、あるいはそれ以上まで吹き上がった。これが密に詰まった人工放射線体につながったと報告書は書いている。同じ報告書は、この事象は飛び抜けて一番強く、長く続く放射線体を作ったと書いている。低い高度では電子は空気とぶつかって早く減った。高いところに残った主な帯では、減るのにおよそ3ヶ月から数年かかった。バンアレンの報告として、注入された電子の 15% が5ヶ月半後にも残っていたと書かれている。ロスアラモスの報告書の要約が予想外だったと書いているのは2つある。1つは、スターフィッシュの後に起きたような、これほど強い電子の流れを持ち、これほど長く残る人工の帯ができたことである。もう一つは軌道上の3機が受けた損傷である。ただし要約は、その3機の名前を書いていない。第5章には、スターフィッシュ電子による衛星損傷という節がある。はじめに出てくるのは、アリエル・トラックという名前の衛星、トランジット 4B である。アリエルは7月13日を過ぎてから、人工放射線体の影響による太陽電池の劣化で断続的にしか動かなくなった。トラックとトランジット 4B は、その後データの送信を止めた。同じ節の後半には、さらに別の衛星が出てくる。コスモス5号、インジャン1号、そしてテルスターである。コスモス5号については、結果を報じた論文に、電源の寿命についての情報は間接的なものしかない、と報告書は書いている。インジャン1号については、活動が1962年12月に終わったことが書かれていて、原因は書かれていない。一方、テルスターは、爆発の翌日に打ち上げられた。爆発の時点ではまだ軌道上にいない。すでにできていた帯の中へ後から打ち上げられた衛星である。テルスターには部品の不調があったが、指令で予備の回路に切り替えて回避できた、とロスアラモスの報告書のヘイリン自身が聞いている、と書いている。この説のどの機を要約の3機として数えているかは書かれていない。ロスアラモスの報告書ヘイリンの回顧は1976年のものだが、爆発の翌年に出た文書もある。1963年4月、NASA のゴダード宇宙飛行センターのウィルモット・ヘスが書いた技術ノートである。表題は、1962年7月9日に作られた人工放射線体。本文は、この爆発は予想されていた通り、人工放射線体を作ったと書いている。しかし、この帯の強さは予想されていたよりかなり高い、と続けている。同じノートは、地球からある程度離れた領域の粒子は数年は続くと見込まれるとも書いている。その見込みの根拠は、大気の原子との空論散乱である。もう一度ロスアラモスの報告書の冒頭にある要約のあの一文に戻る。スターフィッシュの後に起きたような、これほど強い電子の流れと、これほど長い寿命を持つ人工放射線体の形成は予想外だった。同じ段落はその後に、しかしと続けて、スターフィッシュ・アーガス、ソ連の高高度爆発が作った人工体の観測を挙げている。その観測から得られた膨大な知識は、他の方法で得られたはずの情報を、はるかに上回ったと続けている。1976年、ヘイリンは同じ報告書の後ろでこうも書いている。今振り返って、私は物理学の多くの分野での知識の進歩が不利益を上回ったと信じる。予想外だったという冒頭の要約の一文と、知識の進歩が不利益を上回ったと私は信じるという同じ報告書の後ろの一文。二つをどう並べて読むかは記録を読む側に残されている。出典はロスアラモス科学研究所の報告書 LA6405。他にサンディア国立研究所、エネルギー省、国防各局、NASA の記録を使っている。いずれも政府の公開サイトで全文が読める。本チャンネルは世界各国の政府が公開した機密解除ファイルや公式記録を原文の記述に忠実に紹介していく。これからも世界各地各年代の事案を一件ずつ辿っていく。